はい、ということで塗装会、過去にも何度か塗装については動画にしてきましたが、今回は改めてちょっと振り返りつつエアブラシについても触れていこうと思います。ということで早速やっていきたいと思います。では行く。今回はね、ポリカーボネートボディを塗る時のことをメインでやっていこうと思いますよ。まず塗装方法についてですが、缶スプレーかエアブラシでの塗装が主流かなと思います。ですが、単色だったり数色でパキッとくっきり塗り分けるような塗装であれば、ポリカーボネート用の缶スプレーでも全然 OK で手軽ですね。特にポリカーボネート塗装は裏から塗るので、表面の光沢とかを気にせず塗れることもあって、塗料の垂れだけ気をつけて薄く塗り重ねていく要領で塗装すれば綺麗に仕上がります。なので缶スプレーを使って塗装するときは、まず中性洗剤でしっかり洗う。水垢が残らないように水分を取る。しっかり水分が取れたら任意のマスキングをする。マスキングの時に手垢がついてしまったら、柔らかい布などにプレペイントクリーナーなどを染み込ませて拭き取り兼再度脱脂。マスキングの隙間埋め&下地代わりにフラットクリアを軽く拭く。そして濃ゆい色から塗装開始。最後にボディが透けるのが気になる方は裏打ちをして完了。この時にメインカラーが明るい色の場合はシルバー系、暗い色なら黒で裏打ちするといいかなと思います。軽さを重視したい方は深く追わずにメインの色をパパッと拭いて完了とするのもありですね。私もこの 787B は缶スプレーで塗装してます。ただ缶スプレーって手軽ではあるんですけど、綺麗に塗装するのは正直難しくて、塗料の突出量を調整できない。ガスで塗料を噴出させるので圧を調整できないという特徴があって、これで起こるトラブルとしては、ウイングの翼端板の隙間やバンパーの奥まった場所に塗料が届きにくいので塗り切れてなかったり、集中的に拭きすぎて垂れてしまうというケース。そして塗料にもガスが混ざってるので、垂れて溜まった塗料に気泡ができてしまって、これの場合は裏打ちでなったんでまだセーフだったんですけど、メインカラーでなっちゃうと表から見ても気泡が残ってプツプツに見えてしまうということになっちゃったりします。なので塗料が届きにくそうな箇所から優先的に塗る。それでも塗料が届かんと思ったら、手も塗る覚悟でがっつり開いて塗る。なるべく距離を離して15から20センチくらいかな、塗る。じっくり薄く重ねていく。とにかく焦らない。そして塗料の噴出量を制限する裏技的なのがありましてですね、まずスプレーのノズルをギュッして抜きます。でここに5円玉くらいのサイズのスペーサーを挟みます。5円玉だとすごくちょうどいいんですけど、本当に5円玉使うと貨幣の損傷的な損害的な法律に触れる可能性があると思うのでやめてくださいね。なので内径 4mm 以上で厚みが 1.5 から 2mm くらいのスペーサーをここに入れてあげて、ノズルを戻してあげると押し込める量が制限されて、拭きすぎ塗りすぎの防止ができるかなという感じですね。なので手軽ではあるんですが、綺麗に塗るという点では実はスプレーの方が難しいっていうのが私の印象です。そこで登場するのがエアブラシ。こいつがあれば狭い隙間も塗りやすく、塗料も垂れにくい。なので綺麗な塗装がしたいという方にはですね、ぜひエアブラシを導入していただきたいなと思います。ただ先にこいつの欠点をお伝えすると、導入コストが結構高い。そして慣れてしまえばいいんですけど、使い慣れるまではめんどくせっていうのはエアブラシの欠点ですかね。でもその分慣れてきた時には思い通りの塗装ができるので、綺麗な塗装をしたい方はぜひエアブラシ導入していただきたいなと思います。でエアブラシの導入を悩んでる方々から聞いてきました。なぜ使わないんですかアンケートではですね、価格の面は一旦置いておきまして、どれを買えばいいのかわからない、コンプレッサーとかよくわからない、塗料は何使うの、使い方がよくわかんない、めんどくさそうというようなご意見が多かったので、一つずつご案内をは。まずどれを買ったらいいのかわからないというお悩み、私もわかりません。でも今使ってるもので不満がないので、私が使ってるハンドピースとコンプレッサーをご紹介します。こちらエアテックスビューティー4プラスの 0.5mm と 0.2mm、 そしてコンプレッサーはこれ。ハンドピースもセットになって楽天で売ってたなんか安いやつ、これですね。ハンドピースの方はダブルアクションといって、ボタンを押して空気を出す。
そしてボタンの引き具合で塗料の突出量を調整しながら拭けるというものですね。シングルアクションというものもあるんですけど、そっちは空気を出すボタンしかなくて、突出量調整はあらかじめアジャスターで調整しておくというもので、毎回塗料のアジャスターを閉めておかないと置いておくだけで塗料が垂れてきてしまうので、ダブルアクションの方が使い勝手はいいのではないかなと思います。で、コンプレッサーは手軽なので今はこれを使ってますが、もっと繊細にエア圧を変えたい時はちゃんとよいしょエアレギュレーター付きのものを使うんですけど、こっちだと空気中の水分を結構な勢いで取り込んでしまって、フィルターをかませてあっても時期とか場所によってはエアと一緒に水を吹いてしまうので、こまめに水抜きをしながら塗らないといけないっていうめんどくささがあって、 RC カーの場合はそんなに細かいことをしないので、案外こっちのタイプの方が使いやすいですね。水も混ざらないし、ボタン1個で2段階のエア圧調整ができるので結構気に入って使ってます。あとこっちの方が音が静かなのもいいですね。ただ難点は長時間使うと本体が結構熱くなる、特にこの金属の部分なので、そこはちょっと注意という感じですかね。ということで実際使ってみましょう。とその前に塗料についてですが、エアブラシ塗装をする時に私がよく使うのはミスターホビーアクリジョンタミヤポリカーボネートスプレーですね。で、どうしても色合いとかでこだわりたい時にはウレヒーローとかクリテックスとか使うこともあるんですけど、この2つはちょっとお値段が高かったりどこにでも売ってるっていう感じではないので、アクリジョンとタミヤポリカーボネートスプレーを使うことが多いですね。あとは使う色によってアクリジョンかポリカスプレーかで使い分けてて、予期せぬ塗料の新色があったりするので、アクリジョンなら全部アクリジョン、タミヤスプレーなら全部タミヤスプレーでという感じです。アクリジョンは塗膜が強力なんですけど乾きも早めで、エアブラシの先端に詰まりやすいのでちょっと大変かも。使い方としてはエアブラシのカップに入れたら3滴ほど薄め液を入れて混ぜて拭いてます。割合としては1対 0.3 っていう感じです。タミヤスプレーの場合は一旦ストローと紙コップを使って塗料を出してしばらく落ち着かせて塗料に混ざったガスが抜けてからエアブラシのカップに移して、そのまま拭くと乾燥が早すぎて空気中で糸状に固まってなんか蜘蛛の巣みたいになっちゃうので、タムタムさんで売ってるタムカラー用薄め液、これを使っておおむね1対1で薄めてから拭いてます。今回はちょっと余ってるポリカスプレーとプラバンを使ってエアブラシがあればどんな塗装ができるのかっていうのをやっていきますよ。はい、こんな感じ。ノリと勢いでやったのでちょっと歪んでるのはご愛嬌ということでお願いします。ではここに一旦スプレーでフロストレッドを拭いていこうと思います。はい、フロストレッド塗れました。で、ここで100均で売ってる紙コップと先が曲がるストロー、こんな感じで塗料が取り出せたのでこっちの容器に入れ替えていきます。そのまま入れちゃってもいいんですけどね。ここに同じ量くらいタムカラー薄め液を入れると、でここに入れると、よし、準備 OK。
はい、ということでいい感じの距離からマスキングの上を狙って塗装しました。でマスキングを剥がします。いやー、やっぱキュラバンはうまくいかんねえ。見てこれめっちゃ塗料持ってかれちゃった。まあこのままいくかで同じようにこっちのラインにも黒を足していきます。はい、こっちも黒塗れました。でさっきと同じ失敗を繰り返さないためにカッターでなぞっておこうかな。ここら辺がちょっとはみ出てるからこいつでお掃除しとこうかな。ではこのままここにねシルバーとかを吹いてもいいんですけど、もう一回フロストレッドをシュッシュッと吹いてそこからシルバーを吹いていきます。するとはいこんな感じでラインが重なったようなカラーが出来上がります。すごい簡単ですよね。ちょっとプラ板でやると思いのほか塗料が剥がれやすくて苦戦しちゃったのと、フロストレッドをケチったのでムラムラになっちゃいましたけど、うまくいくとこんな感じになります。フロスト系って塗るのが結構難しいんですけど、コツとしてはめっちゃ分厚く塗るんですよ。もうこれ以上濃くならないってとこまで重ね塗りをしておいて、そこからシルバーを塗ってあげると、これもねフロストブルーなんですけど、こんな感じでムラなく仕上げることができますね。なのでエアブラシがあるとちょっとマスキングの端っこをなぞるだけでいきなりおしゃれなカラーが作れちゃうと。いかがでしょうか。ちなみに今の作業では結構引いてる量が少なめで、前回の半分くらいまでしか引いてません。でこのハンドピースの場合はここを時計回りに回していくとトリガーの可動量を制限できるので、力加減に不安がある方はここを時計回りに回して絞っておくと少ない塗質量を持続させることもできます。ぐーるぐーる回すとこんな感じなので、細い線を描きたい時はノズル細めのハンドピースを使って塗質量を絞ってなるべく近くで拭く。広い面積を塗りたい時はノズル太めのハンドピースで塗質量多めで離して拭く。でももちろんノズル径が太いものでも近くで拭けばそれなりに細い線になるし、細いものでも離せばそれなりの広域を塗ることはできます。ただラメが入った塗料だったり粘度が高めな塗料だと細いノズルだと厳しいので、そういった場合はなるべく太めのノズルの方が無難です。という感じでエアブラシだと拭き方、塗料、薄め具合、エアーツで塗り加減をすごく調整できるんですよね。その結果慣れてくると自由に塗装ができちゃいますよというのが魅力ですね。でエアブラシを使った後なんですけど、ツールクリーナー、これをちょっとだけここに入れます。そしたらノズルの先を塞いで塗料を拭く時と同じ要領でトリガーを引いていきます。今のがうがいっていう作業なんですけど、うがいが終わったら残った溶剤を捨てて拭き切ってよしと。この時にエアブラシによってはツールクリーナーを使うと使われているオーリングだったりパッキンがダメになっちゃうものも中にはあるんですね。なので説明書とかをしっかり見てもらって乾く前にしっかり水で洗ってくださいっていうものもあったりするのでご注意ください。繰り返し使ってると塗料がダマになったりとかしてくるので、そんな気配がした時には分解してしっかり掃除してあげるといいかなと思います。で私は乾かしきってから片付けるんですけど、噂によると少し溶剤を入れて蓋をして立てて保管するっていうのがいいっていうのも聞いたことがあるんですね。これは必要以上に洗わなくてもハンドピース内に残った塗料で固着してしまうのを避けるための方法だと思いますが、どっちがいいのかは分かりません。私の場合は分解して洗浄することが多いので、洗ってしっかり乾かして保管するようにしてます。で分解についてはね、また別の機会にお話していこうと思います。こんな感
感じでですね、塗装前の洗浄と缶スプレーに小技を施したり、エアブラシを使うことで塗装が一気にしやすくなるんじゃないかなと思います。塗装は本当に何回もやらないとどんな失敗が起きるかわからないんですよね。なので吹き付けるときは焦らず遠くから薄く薄く、そして多少失敗しても大丈夫なように、ちょっと前に塗装の便利グッズっていう動画も出しておりますので、そちらもご参照いただきまして、いろんな塗装にチャレンジしてみていただければなと思います。で、今回使ったこの GR ヤリスはまたね、ラリーカーで使っていこうかな。ラリーシャーシを買う理由ができたぜ。終わりー。